皆さんこんにちは、シオネルです。ちょうどちょうどレトロ電車が通りました。本日は10月14日鉄道の日、富山路面電車に乗りたいということで富山駅にやってきました。全部は無理なんですけど、今日は一日富山の路面電車を堪能したいと思います。行ってきます。北陸新幹線で2時間ちょっと、東京から富山駅までやってきました。改札を出てまっすぐに進むと現れるのは、なんと駅のホーム。こちらが路面電車乗り場となっています。まずこの構造に驚きとワクワク。富山市内を南北に結び、市電の愛称で親しまれる市内電車。通勤通学や買い物、観光など幅広い目的で便利な交通機関です。以前は富山県の南北を別々に走っていましたが、一本につながったことでさらに便利に。こちらが外から見た富山駅停留場。高架下に作られています。開放感と迫力があり、この2つ並んだ車両たちがアベンジャーズのようなかっこよく頼れる富山のスター感があります。発着音楽はメネット。市電の車両は新旧さまざまなものが走っており、新しい出会いがたくさんあるのも面白いポイントです。今日もたくさん乗る気満々なので、観光案内所で1日フリー切符を購入しました。4回以上乗る方はお得になります。しかも路面電車以外にも私鉄の電車とバスにも乗れちゃうので、とってもお得な切符。乗り場は1番線から8番線まであります。2、6、7番線の表記がないのは、よくある不吉な数字だからというものでは全くなく、降車専用のホームだからです。今日は休日なのにどんどん電車がやってきます。山手線のようにどんどん電車が来るというのが有名だったのですが、ダイヤ改正で減便しているようです。利用者の多い富山大学前方面は朝の時間帯の増便が行われており、需要に合わせて変化しているようですね。そして路線図を見てみると、大阪だけじゃない富山の環状線があります。こちらは完全にぐるぐる回っているので、富山の山手線のような感じです。もう平日の朝だとかなりの間隔でやってきますね。平日も休日もほとんど変わらないです。減便したといっても6路線あるので、次から次へと来る路面電車。横断歩道が青になっているタイミングの方が少ないんじゃないかって思うほどです。富山市は人口減少と少子高齢化に対応するため、コンパクトシティを進めています。なのでこのように路面電車が発達しているわけですね。以前動画でも取り上げた宇都宮 LRT も富山市を参考にしているそうです。この近未来的な踏切、レーザーっぽくてとってもかっこいいですし、スターウォーズの世界に来た感があります。ではまず富山高専岩瀬浜方面、こちらに乗車します。 T100 型サントラム、富山市内3番目の LRT 車両、そして太陽の3の意味が込められているそうです。乗車方法は至ってシンプル。
中央ドアから乗車し、降りたい停留所が近づいたら降車ボタンを押して運賃を支払って降りる。かなりスムーズですね。気になる運賃は一律210円、バスと同じ。乗車1回分を運賃としているのはバスだけだと思っていました。隣で降りても終点で降りても210円。路面電車ってちょっとバスっぽさがあるので、値段もバスというところが面白かったです。とにかく遠くまで乗りたくなります。現金も交通系 IC カードも使用できます。富山駅から発車後の車窓はなんだかアトラクションに乗っているような感覚。次の奥田中学校前までは併用軌道を走ります。この併用軌道区間のレールはドイツから輸入されたそうです。奥田中学校前を出発し、専用軌道に入りました。さっきまでは最高時速 40km でしたが、ここからは最高時速 60km で走ります。映像からもスピードが速くなったのがわかるかなと思います。富山高専は武岩鉄道により開業され、その後富山電気鉄道、国鉄、JR 西日本と運営体制が変わっていったそう。そして2006年より LRT 化して第三セクターの富山ライトレールが運営していました。その後2020年に富山路面電車の南北接続により富山地方鉄道に吸収合併され、76年8ヶ月ぶりに富山地方鉄道の元に戻ってきたそうです。特に昨今の LRT 化、南北接続などニーズに応じて柔軟に対応してきたのだなと思います。今見えている大阪ショップ、先ほど通過した淡島駅に括弧書きで駅名に記載されていました。こちらは命名権が大阪屋ショップに優勝状とされ命名されたそうです。でも今も見たように富山県内に複数店舗存在するので、混乱回避として括弧書きの措置となったそう。こちらは東岩瀬駅、 JR 時代の木造駅舎が残っています。おじいさまたちがたくさん乗車されていたのですが、ほとんどの方が競輪場前で降りていきました。次が終点なので、皆様岩瀬浜駅にお住まいなんだなと思っていたところだったので、ちょっとびっくりしました。富山駅から約25分で終点岩瀬浜駅に到着。車内は爽やかで開放的な空間。座席位置が高くなっており、大きな窓で景色を満喫できます。乗車ドアの近くには優先座席と車椅子用のスペースもあり、バリアフリーに対応した優しい車両ですね。逆だ。かつては海岸まで貨物船があったそうです。富山高専の駅に接続する路線バス、フィーダーバスが市内電車に合わせて運行しており、降りたら目の前がバス停となっています。このような便利な接続もさすがコンパクトシティだなと感じました。こちら岩瀬浜駅にやってきました。こちらが富山をね南北に結ぶ路面電車の北の終点です。ちょっと岩瀬浜駅を散策しようかなと思うんですけど、今日はできればサントラムフォートラムなんだっけ、全部乗りたいって思ってます。ここは岩瀬運河、海洋スポーツレクリエーション基地としてプレジャーボートがたくさん止まっています。今富山県の気温は24度なんですけど、
めちゃくちゃ暑い。風が吹いたら結構涼しいんですけど、日が照ってるとね、私今もう結構汗だくです。こんな感じで岩瀬運河のね隣を今岩瀬運河に沿って歩いてるんですけど、紅葉が綺麗に色づいてきています。徒歩15分ほどで富山港展望台に到着。北前船の時代に灯台の役目を果たした常夜灯をイメージして建設されているそうです。階段を登るのはちょっぴりきついですが、岩瀬の街並みや立山連峰を一望できます。黒い屋根のお家がとても多いようです。屋根に積もった雪を早く溶かしたり落としやすくするためにこのようになっているそうです。岩瀬は江戸時代後期から明治時代にかけて北前船の港町として栄えていました。北前船海鮮問屋が並んでいた街並みには明治期に建てられた家屋が多く残っており、当時の趣のある雰囲気を存分に残しています。明治11年に建てられた東岩瀬海鮮問屋型町屋の一つである森家住宅、国の重要文化財に指定されています。こちらは令和6年能登半島地震の影響により耐震補強工事が行われているため休館中です。風情のある江戸の街並みです。国の登録有形文化財にもなっている北陸の5代北前選手だった馬場家の旧住宅。立派な建物に圧倒され、当時の生活を垣間見ることができてとても面白かったです。岩瀬浜駅に戻ってきました。次は富山大学前方面に乗車。環状線を走るセントラム。環状線のみで活躍していると思っていたのですが、そんなことはないのでしょうか。先ほどのサントラムより座席がふかふか。スタイリッシュなデザインでかっこいいです。富山高専をご利用いただき誠にありがとうございます。この電車は富山駅方面富山大学前行きです。運賃はそして駅にいるこの可愛いキャラクターは鉄道娘の岩瀬優子さん。介護福祉士の資格を持っているそうです。持ってご乗車くださいますようお願いいたします。The next line, the cheapest bus, 北陸新幹線 JR line。富山駅に戻ってきました。富山大学方面に行く方はこのまま乗車です。ポートラムと今乗車中のセントラムは最初に乗車したサントラムよりも車両が大きいので2名掛け座席でも余裕があります。今日はオープニングでちょうど後ろを通った水戸岡英二さんがデザインしたレトロ電車にも乗りたいと思っていますが、一つしかないので微妙なところです。G スクエア呉服前って言って、ここに降りたのはですね、この、路面電車と富山連峰の絶景を一緒に撮影したくておりました。見てください。こちらの富山大橋から撮影します。ポイントが合ってるかはちょっとわからないんですけど、もうね、こんなに綺麗に立山連峰が見えます。今日はちょっと雲がかかっちゃってるんですけど、それでもいい写真が撮れると思います。ちょっと難しすぎる。こ
ちらが一番よく撮れましたが、山は雲に隠れ、大きなバスとも並走してしまいました。めっちゃ難しかったです。気候条件とか、あと車が通らないこととか、いろいろ条件が必要ですね。先ほど撮影した車両が富山大学前から戻ってきました。2系統に乗車します。で、8000型。スリムな車体で平坦な顔がおもちゃっぽくて可愛いです。立山連峰に向かって走る路面電車。贅沢な乗車時間ですね。ちなみに先ほどのトヨタモビリティ富山 G スクエア呉服前呉服末広町停留所は日本一長い駅名なんだそうです。ポンプみたいなものがむき出しになっているのは初めて見た気がします。電車が停車するのでお席でお待ちください。丸の内駅で降車し環状線に乗り換え。やってきたのはポートラム。ここで3つ制覇できて一安心。車体は爽やかに都市に溶け込むスノーホワイトの立山の新雪がモチーフ。車体カラーが全7色あり、今日は先ほどの城ヶ原駅で緑とオレンジ、そしてこちらの紫色を見られました。港だからか青が目を引く爽やかな座席です。そしてなんとポートラムはサザエさんにも登場してるんです。なぜか降車ボタンだけ昔風。グランドプラザ前電停で降車。歩いてすぐのところにある元祖富山ブラックラーメンを食べに来ました。街中に突如現れる一軒だけタイムスリップしたかのようなお店。建物の作りも面白くワクワクします。15時にもかかわらず店内には常にお客さんがいました。初ブラックラーメン。一口食べてこれがブラックラーメンかと味の濃さにびっくり。でもとっても美味しいです。誕生のきっかけを調べた時におかずの中華そばという言葉を見ていたので食べてみて納得しました。再度グランドプラザ前電停から乗車し中町電停で降車。隣の西町電停まで歩きます。近くにあるはずなのに路面電車の駅って街に溶け込んでいてどこにあるか分かりません。あとホームへの入り口もどこか分からなくって結構難易度高いなと毎回思います。低床車両じゃないと乗車の際の段差がかなり大きいのでご高齢の方やベビーカーの方などは利用しづらいと思います。私としては先進的な車体よりもザ・路面電車と言えるような車体が好きなのですが、低床車両がたくさん走っていることは街の優しさの表れでとってもいいなと思いました。何やら歩道橋の中間から2本も階段が降りています。堀川小泉駅の構造が面白く、ホームに直接歩道橋がくっついていました。なのですが、地元の方々はちょっと歩道橋はめんどくさくて、車の合間を見て渡ってしまう方が多いようです。ここら辺で私は今日はもう乗ることができないんだなと悟っています。運行時間が分かればいいのですが、本当に乗りたかったのでかなり悔しいです。何やら暗
レーンがあると思ったら遮断機でした。終点南富山駅前電停に到着。目の前には南富山駅、3階は富山地方鉄道の研修センター。屋上には踏切が見えると書いてあったのですが見えません。横断歩道ないけど、ここを渡るのが普通なのかな。渡ってみよう。怖っ怖っ怖っ。とってもレトロな駅、看板が最高ですね。経験したことのないあの頃に連れて行ってくれる気がします。左側には富山地鉄藤越線、上滝線のホーム、奥には車両基地があり、いくつかの車両が見えます。そして面白いのが、ここからまた北に向けて走る電車に乗れるんですが、乗車専用ホームから車両基地まで線路が伸びていて、その間には縦と横に2つの遮断機、ホームに向かう利用者用と電車用に設置されています。電車を止める遮断機は初めて見ました。パトカーをイメージしたラッピング車両、パト電車にも会えました。ではそろそろ富山駅方面に戻ります。昭和に製造されたで7000型、都電8000型をモデルにしているそうです。先ほどまでの大きな窓とは違って複数に分かれた窓枠や方向幕が古き良き路面電車という感じでとっても可愛いです。車内に入るとさらにそのレトロな雰囲気にテンションが上がります。真っ赤なロングシートに緑の床、年季の入った緑のカーテン、降車ボタンなど歴史を感じる車内に興味津々。すると地元の方が乗車されて、もっと古い車両もあるのよと教えてくださいました。車窓から見えるのは昔ながらのアーケード通りでしょうか。看板には北陸新幹線がいてびっくり。古い車両に差し込む柔らかな夕日の光を見ていると懐かしく温かい気持ちにもなります。こちらは富山電気ビルディング。富山大空襲に耐えた焼け残った建物で国の登録有形文化財に指定されています。まさかのポートラムに追いついていました。追いつくことってあるんだなと思ったのと同時に、たくさんの本数が走っているんだなと改めて実感しました。25分ほどで富山駅に戻ってきました。次の目的地には徒歩15分ほどなのですが、せっかくなので電車に乗りたい。岩瀬浜方面に乗って次の駅で降ります。こちら、オークスカナル
クスカナルパークホテル前です。富山駅から一駅なんですけど、ここにね降りたのは結構お分かりの方もいらっしゃるかと思うんですけど、これから世界一綺麗なじゃないなんだっけ世界一美しいスターバックスに行きます。とっても綺麗な街並みで、歩いているだけで楽しいですね。富岩運河環水公園にやってきました。こちらが世界一美しいスタバ。ガラス張りの建物がとっても綺麗。テラス席から見る公園の景色も最高です。店内は大混雑のため芝生でティータイム。開放的で最高の気分です。では最後の目的地に向かいます。先ほどの電停に戻ろうと思ったのですが、マップを見ずに歩いていたら道に迷いました。インテック本社前電停まで歩いてきてしまったので、ここから富山駅に戻ります。まずは岩瀬浜方面の電車をお見送りして、こちらのグランドプラザ前方面に乗車します。帰宅時間ということもあってかなり混雑していました。富山駅前の広場は皆さんの憩いの場、そして路面電車を観察するにもぴったりの場所です。こんな感じでアメージング富山というフォトスポットが富山駅前だけじゃなくていろいろな場所にもあるんですが、この額縁を通る路面電車を撮ることもできます。充電の機器だったので、駅近くのパティオさくらでモバイルバッテリーを借りて、電鉄富山駅エスタ前電停から南富山駅前方面に乗車します。夜だとさらに停留所が分かりづらくて、あまり慣れていないので不安になります。こう見ると道路の真ん中に立っている危ない人に見えますよね。本日最後の目的地にやってまいりました。今日はいろいろぐるぐるとしていたんですけど、ここは国際展示場じゃなくて国際会議場前です。じゃん、後ろには映ってる、ちょっと映ってるか、ほら富山城があります。ここは富山城の、最寄り駅でもあるんですけど、富山城と、路面電車を撮影できるので、最後にねここで夜の富山城と、路面電車をかっこよく収めたいなと思っております。3本ぐらい挑戦してみたのですが、どれもいまいち。皆さんの撮影技術を分けていただきたいです。他にもこのようなスポットがたくさんあるので、またリベンジしたいなと思います。では富山駅に戻りましょう。夜になっても相変わらず次から次へと電車が出入りしています。まさに街の鼓動を感じさせる富山の路面電車。
した街の暮らしに寄り添いながら走り続ける路面電車に乗ってまた富山の魅力を堪能しに行きたいです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。